即興ドラマ企画。エチュードは1曲だけ。エチュードっていうのが練習曲だったり即興劇って意味なんだよね。即興劇。台本を用意しないであるテーマに沿ってその場その場でお話やセリフ、動作を作る劇ってことだよな。お芝居の訓練としても行われるそうで、どういうものかは知っていましたが、実際にやるのは初めてです。あらゆる加護もなく舞台に立つは我ら一人。これが打点の代償か。なんと私たち、どんなテーマで即興劇をやるのかさえ本当にまだ知らされていないんですよ。楽しみなような、不安なような。パンドラの箱を開く時か。音楽室でのなるほど。歌詞に合ったテーマですけど。それは我には早すぎる禁断の果実。台本のあるお芝居や歌詞に感情を込めることなら恋がテーマでもある程度はできるけど、即興でか？一応本当にピンチの時はプロデューサーが助けてくれるって言ってたけど。なるほど、カンペ。そうやって助けてくれるつもりなんですね。年長者の私から行くべきかしら。でもそうすると逆にみんなの演技の幅を狭めちゃうかも。以前シャボンソングのお仕事で恋愛劇をやりましたけど、即興となると難しいですね。もう少し考えさせてくれ。さすがに展開とかいろいろまとまらない。それは神代のクロニクルにあらずか。そうですね。きっと台本なんてある方が特殊なんです。みんな自分の恋に手探りで失敗しながら挑んでる。取り返しがつかなくて台本を考える暇もない一回だけの即興劇だからこそ面白くてドラマがある、そういうことですね。自分の中でずっと考えてても始まらないか。そうだよね、ぶつかってみなきゃ。一番手、私やってみるよ。うまくできるかはわからないけど精一杯やるから見てて。じゃあ始めます。笑わないでね。テーマは軽音楽部のあの人と文化祭。忘れ物一つを音楽室まで持ってこさせて、まったく友達使いが荒いよ本当。軽音楽部はどう？部員少ないって言ってたけど馴染んだ？
ならよかった。私は部活はいいかな。実家の手伝いがあるし。それに何かに打ち込むのって苦手なんだよね。新入部員募集中？いや、確かに音楽に興味はあるけど。わかったわかった。見ていくよ。強引だな、もう。そしてそこでの出会いが私の世界を変えた。あの人すごいね。ギター弾いて歌ってる人、なんていうか本気なんだ。楽しそうで、でも必死で、なんだかビリビリくる。大抵のことは人並みにできて、だから苦しいことも乗り越える喜びもあんまりわからなくて、そんな私の胸にその音が激しく響いた。ああ、そっか。これが本気で何かに挑む楽しさ、その輝きなんだ。買っちゃった、ベース。軽音楽部に入ったわけでもないのに、なんとなくあの人の邪魔になる気がして、声をかけることもまだできてない。まあいっか。練習してみよう。そしたら私も。時々あの人が練習している姿を見て、私は私で一人でベースを練習して、それでもベースが少しずつ上達するたびにあの人に近づいている気がして、いつの間にか私の毎日がキラキラしてた。そして文化祭の日。文化祭の日。軽音楽部のベース担当が病欠？嘘、大丈夫なのそれ？だって演奏するんでしょ？代理を探してるって、そんなの。あのさ。そうして生まれた一日だけのセッション。音と一緒に心まで一緒になっていくみたいで、あの人が追いかける熱くて遠い夢、そこを目指す胸の高鳴りを一緒に感じられた気がした。この賑やかな感じ嫌いじゃないんだけど、ちょっと疲れたな。屋上で少し休もう。そうして屋上に続くドアを開けると、見えたのは綺麗な青空と一人ギターを鳴らすあの人。何してるんですか？ギターを弾いてるのは見ればわかります。そうじゃなくて、文化祭よりギターを弾いてる方が楽しいから？変わってるんですね。私ですか？私は少し賑やかさから離れたくて、それにここからの景色好きだから。
もう少しここにいてもいいですか？それから会話はほとんどなくて、だけどかけがえのない時間を私は過ごした。結局私があの人に思いを告げることはなかった。でもそれでよかったんだと思う。だって私が好きになったのは私に笑いかけてくれる顔じゃなくて、どこまでも本気でギターに向かうその横顔だったんだから。おしまい。なんとかやりきれたよ。なんかやっぱ恥ずかしいね。いいえいいえ、恥ずかしくなんてありませんよ。まっすぐな青春って感じで立派な劇でした。求道者の熱、我の心にも届くようであった。そうかな。ありがとう二人とも。さて、それでは次はこの私が参りましょう。私のテーマはズバリメガネではありません。では行きます。吹奏楽部の同級生。あなたの素敵なところをたくさん見てきました。もしよかったらと、これでいいですよね。いいはず。封を、その前にもう一度見直しを。いえ、このままじゃいつまでも見直しが終わらないですよね。閉じちゃいました。あとはこれを渡すだけ。緊張で全然眠れませんでした。目がしょぼしょぼして。何ですか？っては、いえ、なんでもないです。眠そうだねってわかっちゃいます？声をかけてきたのは素敵メガネのクラスメイト。私が寝不足なのはこの人のせい。あなたに渡す手紙を私はずっと書いていたんです。昼休み、早く渡してしまいましょう。正直心臓が持ちそうにありません。ちょっとだけお話が。はい、そのですね、実は受け取ってほしいものが。それはですね、この勢いで昼休みって言っちゃいましたけど、でもよく考えたら周りにいっぱい人がいますよね。この状況で渡すのはさすがに。どうしよう。メガネ！なんとこのメガネ、形状記憶かつ超軽量。人間工学の観点からも負担の少ない最新フレーム。どうです？ぜひメガネ仲間に見せたくて。いいでしょう。満足しました。では。
かしちゃいました。でも周りにいっぱい人がいて、そんな場でだってごめんなさい。なんでもありません。プロデューサーさん、ごめんなさい。シーンを想像しちゃったら私には渡せませんでした。結局渡せないまま放課後になってしまいました。今日もまたあの人の練習風景をこうしてこっそり眺める私。あの人は吹奏楽部に所属しています。楽器はチューバ。私があの人のどこを好きになったのか、それはもちろんメガネじゃなくて、一生懸命に部活に取り組む姿。演奏で目立つタイプの楽器じゃないのに、それでもずっと縁の下の力持ちを頑張ってる姿。他の人たちは見ていないかもしれませんが、私はあなたのいいところをたくさん知っていますよ。そう伝えたいんです。明日こそ伝えましょう、私の気持ち。心臓の音がすごいです。不安ででも楽しみで。あの人はどう思ってくれるんでしょうか。私の気持ち受け取ってください。終わりです。緊張しました。お芝居も主人公の気持ちになっても。いやー、熱演だったよ。最後は私までドキドキした。ええ、いいお芝居でした。鮮やかな初恋の色が出て甘酸っぱくて、まさに青春と言えばいいのかしら。それならよかったです。頑張った甲斐がありました。よーし、じゃあ次は私がやるよ。恥ずかしさは捨てて一発勝負いくぞ。よし、私のテーマは先輩と卒業だ。よろしくな。やっぱダメだ。うまく演奏できない。同じ楽器なのにどうしてこんなに音が違うんだ。演奏する人間が違うからって、そんなことは分かってるよ。先輩、今日も個人練付き合ってくれ。吹奏楽部に入部してしばらく経った。私は同じ楽器を担当している3年の先輩に付きっきりで演奏を教えてもらっている。頑張り屋だなーって子供扱いすんな。もう2つしか違わないだろ。待て、何撫でようとしてんだ。髪？触らせねえよ、恥ずかしい。もふもふ、ダメだって。
もうほら、練習だろ練習。私は上手くなりたいんだよ。教えてくれ。ふざけてるようでも文句も言わずにいつも私の練習に付き合ってくれて、弱音も聞いてくれて、大事な時は優しい。そんな先輩にいつの間にか私は惹かれてた。でも受験のために先輩たちがもう部活を引退する？同級生からそんな話を聞いて当たり前のことなのに、私はショックを受けた。そっか、先輩いなくなるのか。そうだよな。みんな進級して卒業してお別れするんだ。私はどうすればいいのか迷っている間に時間は経って、あっという間に先輩がいなくなる日がやってきた。先輩。どう話を切り出せばいいんだ？プロデューサーさん、助けてくれ！はあ？プロデューサーさん、信じるからな。髪触るか？わーいじゃねえよ。もう。こっちの気も知らないで、先輩はのんきに私の髪をモフモフしてやがる。触りたいって言ったの覚えててくれたんだねって。そりゃ覚えてるよ。あんたが言ったことだもん。なんだって覚えてるに決まってる。だからさ、先輩、あんたも大学に行ってからも私のこと忘れないでいてくれよな。そっか、なるほどな。先輩、どこの大学に行くんだ？はあ、めちゃくちゃいいとこじゃねえか。そんなに勉強できたのかよ。いや、負けないぞ、私は頑張るから。何をって、そりゃ私も同じ大学を目指すってことだよ。追いかけてくからさ、待っててくれ。私は先輩と同じ大学を目指すことにした。卒業だって終わりじゃない。追いかけていったっていいんだ。私のこの思いはまだまだ始まったばっかりだ。みたいな。やっぱ恥ずかしいなこれ。なしにできないか今の。なしにするならもう一回だよ。それに心配しなくてもすごく良かったよ。ナオのまっすぐなとこが出てて。恥じらいの太眉乙女、やはりそなたにはこの名がふさわしい。やめろよ。今それ以上言われたら爆発するぞ私は。
恥じらいの太眉乙女の勇姿を見て、いよいよ心を決めた。次は我が行ここたびの我の舞台、主題はミューズへの塔。いざ。傷ついた翼を隠し、人の世へと落ちた我は、旋律の楽団にひとときの安らぎを得ていた。何事か。普段の蘭子との会話ならともかく、お芝居だしね。主人公が蘭子と同じように喋る子だとしても、モノローグは普通に喋った方がいいかもな。仕方あるまい。我も一人のアイドル。お芝居やお仕事はちゃんとしないとだもんね。じゃあ改めて、私のテーマは合唱部の先生です。最近私が気になっているのは、所属している合唱部の先生です。天井の音楽とは、このような茨の道の果てに。先生が私の弱音を聞いてか、サボっちゃダメだよと言いながらこちらを見ました。闇の言葉を使う私は、言葉の通じない人たちとは少しお話をするのが難しいことがあります。学校の先生たちは特にそれが嫌みたいで、あまり私とお話ししないことが多いんですけど、この先生は違いました。闇の言葉が通じているわけではないみたいなんですけど、今みたいになんとなく察してくれたり、闇の言葉を嫌がらず理解しようとしてくれています。そんな大人の人は初めてだったから、興味を惹かれて、それが始まりでした。だけど、音の調律者よ。そなたは羽を休めるとき、いかなる木を好む？喉が痛いときは温める？よい、なんでもないわ。楽団の導き手よ。そなたに響く旋律はいかなるものが奏でている？私は高音をもうちょっと練習するべき？ただいま。お話、またあんまりできなかったな。理解しようとしてくれて、普通に接してくれるけど、やっぱり、闇の言葉、通じない。どうしよう。普通にお話、してみようかな。でも、急に普通にお話ししたら、私のこの気持ち、みんなにわかっちゃうかな。それに、先生には、この私をちゃんと見て、好きになってほしいし、どう
しようかな。本当にどうしよう。我が友。例えば、抱きついてみたりとか。ダメ、できない。でも、いややっぱり無理。何回考えてもダメ。でも、言葉以外にも気持ちを伝える方法はあるよね。歌。そっか。歌や踊りで気持ちを伝える。我が友が教えてくれたことだよね。それから私は部活動をこれまでよりもっと頑張るようになりました。先生からも熱心ですねって褒めてもらえて、ある日、私は先生に個人練習を見てほしいってお願いしました。歌う曲は文化祭用の流行の恋の歌。先生、私気持ちを込めて歌います。だから届いてくれたらいいな。私の思い。終幕の鐘が鳴るわ。蘭子ちゃんはなんていうか偉いですよね。ですね。ただ自分の好きなように話すだけじゃなくて、ちゃんと周りのことも見て考えてる。そのことがよくわかったわ。我をあまり買いかぶらないで。困るから。でも、ありがとうございます。じゃあ最後は私が。みんなとは少し違う方向性でやってみようかな。違う方向性と言いましたけど、テーマ自体は蘭子ちゃんと少し似ているかもしれません。では始めますね。音楽の先生と生徒です。はーい、さようなら。部活に行く人は頑張って。そうでない人は気をつけて帰るのよ。小さい頃からの夢だった音楽の教師になって数年が経ちました。楽しくもやりがいがある。だけどずっと続く毎日にも慣れてきています。あら、ええ、今日も後で音楽室でね。廊下ですれ違った一人の生徒に声をかけて、私もゆっくりと音楽室へ向かいました。そこの指運びは難しいから、まずはゆっくり何度も練習しましょう。そんな感じ。担任した生徒に楽器を練習したいと相談を受けました。それで
ピアノを進めたことがきっかけで、こうして放課後に2人練習するように。緩急も強弱も差をきちんとつけることを意識して。例えば、少し寄ってくれる？こんな感じで、ね。お手本を示すために少し身を寄せると、その子が緊張したのがわかりました。視線は鍵盤に向けたまま。でも、横目で私を見て、そういった機微に疎い私にも、学生らしいそのうぶな行為が伝わってきていました。帰ったら明日の授業の段取りを整理しておかないと。そんな日々の帰り道、翌日のお仕事のことをぼんやりと考えていると、ふとあの子のことが脳裏をよぎります。そう、思い出すのはいつもあの子のどうしよう。目、笑顔、声、仕草、候補がたくさんあって絞れない。あの子の目、鍵盤に向かうときは真剣で、それでいて私が近づくと困ったような、でも嬉しそうな、そんな風にこちらを見返す目。あのまっすぐな瞳を何度も思い出してしまう。生徒から向けられる行為をそっと流す大人の教師。そんな風を装ってきたけれど、きっと私もあの子のことを思っているのでしょうね。あの子の笑顔。難しい箇所が弾けた時の嬉しそうな顔。褒めた時の照れた笑顔。その無邪気さ。屈託のないまっすぐな笑顔にどうしようもなく目を奪われてしまう。生徒から向けられる行為をそっと流す大人の教師。そんな風を装ってきたけれど、きっと私もあの子のことを思っているのでしょうね。いらっしゃい。今日はいつもと少し違うことをしましょうか。連弾をしましょう。さあ、隣に来て。遠慮しなくていいのよ。そう、もっと近くに。私たち二人で一つの旋律を奏でましょう。心を重ねて、そっと。あなたのその純粋な熱を私にもください。欲しいものを欲しいと言えなくなった。欲しいと思うことにさえたくさんの言い訳が必要になってしまった私に。そうすれば私ももっと素直にありがとう。楽しかったわ。これからもこうして時々連弾しましょうか。私とあなたの時間をゆっくり楽しみましょう。
終わりです。いかがだったでしょうか。ああ、大人だった。同じ音楽室でもこんなに違うものになるんだね。皆さんと違って私は学生じゃありませんから。だからこそできるお芝居もあるのかななんて思ったんです。これまでお仕事でやったお芝居とは違ってて、演じるのも見るのも楽しかったよ。機会があればまたやってみたいな。台本がないのはドキドキしましたけど、でも本当の恋はもっとドキドキなんだろうなって。恋をしている女の子はすごいですね。他の人の演技は確かに面白かったな。みんなこういうことを連想するんだなって。自分がやるのは恥ずかしかったけど。刹那のひらめき、その深淵に見せられたわ。みんなにドキドキさせられて、劇中のセリフじゃないですけど、私まで学生の頃に戻ったみたいな気がしました。私の演技でもドキドキしてもらえていたら嬉しいです。つまりですね、思ったんですよ。教師役にはやはりメガネが必要だというわけで、とりあえずまずこれを。まず春菜ちゃん、もしかしてその10個以上のメガネは。煩わしい太陽ね。ランコ、おはよおはよう、ランコ。これで全員揃ったね。じゃあプロデューサーのところに行こうか。う。プロデューサーさん、全員来ましたよ。エチュードは1曲だけのお話ですよね。ありがとうございます。先日の放送も評判は良かったみたいで安心しました。企画のテーマとして使った曲もたくさんの人に知ってもらいましたしね。でも放送で改めて自分の演技を見てさ、こう背筋がゾワゾワっとしたよ。我が身を焼く豪華。もちろんやってる時は真剣だったよ。外からどう見えるかなんて気にする余裕もありませんでしたし。ええ、それに知識の書を紐解くようでもあった。私たちが本当に恋をしたわけじゃないけどさ、こんな感じなんだなーってちょっとだけ実感できたよ。台本も指示もほとんどなくて、おまけに取り返しもつかないですし、すっごく不安で、でも時間は止まってくれなくて。でも少しはうまくできないかななんて期待したりもして。だから頑張って。後から思い返すと
恥ずかしかったり無様なものでも、その時その時はみんな全力で向き合っていて、恋ってさ、大変なんだな。なんていうか、ミツとの濃いお仕事だったな。はあ、私たちもいつかさ、自分だけの素敵な恋と巡り合うのかな。恥じらいの太眉乙女。今のなし。さすがに恥ずかしい。忘れてくれ。記憶した。バッチリ覚えたよ。ナオの乙女なセリフ。まあまあ、なおちゃん。恥ずかしがることじゃないですよ。まっすぐでいいと思います。それはそうと、皆さん、この後一緒にお茶でもどうですか？打ち上げというほどではないですけど、一緒に歌ってお仕事をした記念に、お疲れ様会ということで。いいですね。ぜひ。我も共に行こう。素敵なパフェと巡り合うのかな。自分で言うのは反則でしょ。